はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、高決算でも、下落するかもと題してお送りいたします。はじめは、デイカレントコンサルティング、証券コード6532についてお話しします。デイカレントコンサルティングは、企業戦略立案、課題解決、実行まで専門提供の総合コンサルティング企業です。昨年10月の決算では、上期最終が 26% の増益であり、6月から8月期も 26.6% の増益を達成しました。これらの増益の発表にもかかわらず、株価はマイナス 14.7% のストップ安となり、その後も株価は回復していません。このストップ安については、決算サプライズが乏しいことが原因とされています。続く1月の決算では、3月から11月期の第3四半期累計で、最終が 19% の増益を達成しましたが、しかし、これらの増益発表にもかかわらず、翌日の株価は 14.6% の急落を記録し、その後も下落が続いています。第3四半期の決算発表では、累積営業利益が前年度比 15.8% 増となっているにもかかわらず、新規受注率は鈍化しています。ポテンシャル採用で入社した未経験者の増加により、コンサルティングフィーの水準が低下したとの分析もされています。PR は17倍、PBR は 6.6 倍、配当利回りは 1.4% で、株価の下落とともに割安感が増しています。自己資本比率は 75% 程度と高く、増配を継続しており、配当成功も余裕があります。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価 2849.5 円に対して、目標株価は5168円で 81.4% の上昇余地があります。業績拡大に対する市場の期待が大きすぎたための下落ですね。次に、OBIC、証券コード4684についてお話しします。OBIC は、独立系のシステムインテグレーターで、企画から保守まで一貫して行う企業です。昨年10月の決算では、上期経常が 14% 増益、1月から9月期も 16% 増益という結果を達成しました。これらの増益の発表にもかかわらず、翌日の株価はマイナス 4.4% の急落となりました。株価の下落に関する記事では、増益決算もサプライズが限定的であり、出尽くし感があると分析されています。前半期の決算では、営業利益が前年度期比 15.2% 増となり、7月から9月期も 14.7% 増となりました。前回1月の決算時は、10月から12月期の第3四半期計上が 16% 増益と発表されました。今期の配当を40円増額するなど、好調な業績を背景に増益と増配が発表されましたが、株価は再び 6.2% の急落を記録し、その後も下落が続きました。この下落に関する記事では、進捗状況に特段の懸念はないものの、大きなサプライズもなかったことから、目先の材料を利用される展開となっていました。直近3ヶ月の株価は、前回の急落から下げが続き、その後は幾分回復しましたが、急落前の水準には戻っていません。3年間の業績見通しは増収増益で、増配の見通しとなっていますが、株価は割高で、配当利回りも 1.3% で低い状態です。自己資本比率は非常に高い状態にあります。信用買いがそれほど多くないため、現時点での需給面での問題は見られません。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、22,520 円に対して、目標株価は 24,915 円で、10.6% の上昇余地があります。値傘株なので、個人には手が出しづらいですね。分割しないのかな？最後に、ファーストリテイリング、証券コード9983についてお話しします。ファーストリテイリングは、業界内での注目度が非常に高く、特に投資家からの関心が詰まっています。高決算を発表していますが、コンセンサスや成長率で期待を下回ることがあり、株価が急落することもあります。当社のビジネスモデル、グローバル市場での展開、及びその業績は、アパレル業界におけるトレンドや消費者行動の変化に敏感に反応するため、
投資家は決算発表を前に、その業績推移や将来の成長戦略に注目しています。決算発表を控え、市場では同社の業績が予想を上回るか、または市場の期待に応えられるかどうかに対する憶測が交錯しています。この企業の PR、TBR、配当利回りはあまり参考になりません。株価は一貫して上昇しています。それでは AI による株価の予想です。現在の株価46,980円に対して目標株価は41,644円でマイナス 11.4% の下落見込みです。4月11日の決算発表に注目ですね。4月に入っていろいろなものが値上がりしていますね。電気料金、宅配便の送料、食料品もかなりの品目で値上がりしました。外食も高くなるようですね。一方で株価も上昇、配当金も増配で投資のリターンが値上がりを上回れば何の心配もいらないですよね。低金利、株高、円安を生かす投資でうまく資産を増やしていきましょう。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は高評価のボタンをクリックしていただけると今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあればぜひコメント欄にご記入ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。